はい、こんばんは。次の数学ですけども、今日は第19回ということで、お話をしていきたいと思います。ずっと第1回から始めてきましたが、あと2回でですね、一応私が考えていた数一への話は終わりたいと思います。今までご視聴ありがとうございました。今回と次回、三角比に関するお話をしたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。で、今日はですね、正弦定理、余弦定理と。確かにこの前に三角比とか三角関数の方程式や不等式を解く問題ありますけども、これはもう教科書の基本的な内容ですので、もうその話は教科書の方で皆さん確認をしてください。その次の分野にあります正弦定理、余弦定理の話をしたいと思います。では、まず公式の確認なんですけども、正弦定理というのはこういう形をしてました。サイン A 分の A、サイン B 分の B、サイン C 分の C。もしくはこれをサイン A 対 A、サイン B 対 B、サイン C 対 C という比で表す場合もあると思います。一般的にはこのような分数で表しています。で、これが 2R。R というのはこれ外接円の半径ですね。と一緒になりますよ。ちょうどこの三角形の外接円ですね。これの半径と一緒になりますよということなんですけども、一般的にはこの外接円の半径というよりも、この左側の3つの分数式が等しいという、この関係を使うことの方が多いようです。もう一つ、余弦定理というのがあります。余弦定理というのは、a 以上イコール b 以上プラス c 以上マイナスの 2bc コサイン a。もしくは例えばここがコサイン b であれば、ここが b、a、c、そしてここもマイナス 2a、c と。ちょうど ABC がローテーションすると思ってください。もちろんここは C になる場合もありますけども、割愛させてもらいます。この余弦定理は、このマイナス 2bc コサイン A という後半部分がなくなるとちょうど三平方の定理ですね。いわゆる三平方の定理は余弦定理の一種だと素直に考えてもらえれば、この公式も定着するのではないと思います。では、今回はこの重要な2つの定理をどのような時に使うかというお話をしたいと思います。では、問題の1番に戻りましょう。問題ですけども、a イコールルート2。つまり、この図でいきますと、向かい合う、角 A に向かい合う辺ですね。この A の長さがルート2と分かってますよ。そうですね。で、そして、角 A が45度と分かってますと。で、私の絵はこれむちゃくちゃですけども、角 B が120度分かってますよ。で、その時に、この B の長さを求めましょうというお話です。よろしいでしょうか。実はこの大事な余弦定理、正弦定理、どちらかを使うと求まります。この1から言ってもですね、正弦定理を使うと求まりますよということです。で、どのように適用するかというのを私はある図式を書きながら説明します。考え方見てみましょう。3辺 ABC ですね。そして、ちょうど真下にですね、角 ABC と書きたいと思います。その時に、まず分かっている条件は、A の長さですね。そして角 A、角 B が分かっています。で、今から求めたいのは、辺 B ですので、ちょっとこう3分しましょう。そうすると、この印がついたところがちょうど向かい合う2角と2辺の関係になってきます。この時に正弦定理を使っていくと、ある一つの角や辺が求まりますよということなんですね。実際問題を解いてみましょう。少し間を取りますが考えてみてください。はい。では、回答を進めていきたいです。いきましょう。角 A、45度です。サイン、正弦定理よりですね。サイン45度分の向かい合う辺 A はルート2で分かっています。これイコール、サイン120度。そして今から求めたいところが B。ということで、分かっているところが3箇所。求めたいところが1箇所ですが、一つの方程式のようになってますね。ですので、この定理を使うと解決できます。
さあ、今から計算を進めていきましょう。この時にですね、この sin45 度、2分のルート2とか、ルート2分の1をここに当てはめる。sin120 度、2分のルート3ですか？これをやっぱここに当てはめると、分数の中に分数があるということで、計算がやや苦手になってくる人います。ですので、私はこの時にですね、a 分の b イコール c 分の d というこういう分数があるときに、よく分母を払って分数の形をなくすような変形をしますね。今回であれば両辺に AC をかけます。そうするとどうなるかというと、ちょうどクロスしてかけたような形になりますね。BC イコール AD と。このような分数式の変形を使うと、このようなタイプの計算が少し苦手な人もうまく対応できるのではないかと思います。やってみましょう。ルート2、サイン120度。で、B、サイン45度と。このようになります。そうしますと、サイン120度が2分のルート3。サイン45度。ルート2分の1ですけども、こちらに2がありますから、2分のルート2を入れてみましょうかね。はい。そうしますと、2が約分されます。そして、このルート2も、これも消えます。ということでよって、b イコールルート3と。このように求まってくるわけです。少し戻りますので確認をしてみてください。ではよろしいでしょうか。ではその次です。今度は3辺の長さが分かってて、角 A を出しましょう。3辺 A と B と C が分かってます。この時に角 A を出したいということですね。さあ、今回の条件と求めたい角について、先ほどと一応同じような図式を変えてみましょう。A、B、C、角 A、角 B、角 C と。分かっているところを丸します。求めたいところが三角とします。そうすると今回は、なんか先ほどの1番と同じように見えて、条件と求めたいところを整理してみると、3辺と1つの角。このような関係になっています。この予言定理を使う特徴というのは、3辺と一角に関する関係式が見えてきたときには、予言定理を使うと解決できますよということなんです。確認してください。はい。では1番と同じようにやってみましょう。予言定理より、よろしいでしょうか。A 事乗イコール B 事乗プラス C 事乗。失礼しました。で、マイナスの 2BC、そしてコサイン A と。こうなんですね。49、25と9を足しますが34、マイナスの30コサイン A となりますね。ということで、これ移行して整理していきますと、コサイン A がマイナス2分の1となります。さあ、スタートでも言いましたように、こういった方程式のことはもう私の授業の中ではやりませんけども、教科書で確認してみてください。よろしいでしょうか。三角形ですので、角度というのはどんなにあがいても0度から180度までしかなりませんね。ということで、この範囲内になる。コサインがマイナス2分の1なのは、A が120度ということになります。ね、不思議ですね。七五三というですね、こういった形で、綺麗な整数比になっています。その時にちょうど一番長い辺に向かい合う角が綺麗に出てくるということですね。
七五三三角形120度なんて言ってですね、私は言ったことありますけども、これはちょっとです。しょうもない話でしたけども、よろしいでしょうか。最後にですが、この余弦定の形をですね、例えば今2番を解いた時と同じようにして考えると、このコサイン A 項の形に直して使える方もいると思います。ちょっと表現で書いてみますと、コサイン A イコールと先にしちゃうんですね。そうしますと、2bc 分の b 乗プラス c 乗マイナス a 乗と。こういう形になりますので、この形にしてから問題を解決するという方も、私はいいかと思います。よろしいでしょうか。では、今日はこういった2つの定理に関して基本的なお話をさせてもらいました。で、次回はいよいよ、私の話の最後になりますけども、この2つの定理をいかに柔軟に使いこなすかという話をしたいと思います。では今日はこれで終わりましょう。ありがとうございました。